にちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の第19回目ということで、今日は親指ポジションにおけるメジャースケールの4度、それから5度のインターバルについてお話しします。今日の狙いなんですけれども、前回までに引き続き親指ポジションにおいてですね、様々なフィンガリング、それから様々なポジションをですね、練習するということですね。特にですね、今回、4度のインターバルの中で、やや特殊なフィンガリングが出てきます。これはですね、親指ポジションでソロとか、あるいはメロディーを演奏するときに非常に役に立つ内容ですので、ぜひ、この練習を通じてマスターしていただければと思います。それから、左手の強化ですね。ローポジションにも言えることなんですけど、特に親指ポジションっていうのは、若干筋肉の使い方が、違うのか、ちょっとはよくわからないんですけれども、日頃から練習しておかないとですね、すぐにバテてしまうと、私なんかもちょっとサボっているとですね、久しぶりに親指ポジション練習するとすぐバテてしまうということがあります。そうならないためにもですね、日頃からですね、親指ポジションを練習しておくということが大切なんですけど、そのためのメニューとしてですね、今お話しているようなスケールですとか、フラグメント、インターバル、こういったものをですね、毎日である必要あるかどうかわかんないんですけど、週に何回かはコンスタントに練習するということは必要だと思います。ぜひ、そのためのですね、参考にしていただければと思います。それでは、まず、メジャースケールの4度ですね。これから始めていきたいと思います。で、メジャースケールの4度なんですけれども、ほとんどのペアが完全4度からできています。7つのペアのうち6つが完全4度ですね。で、この楽器、完全4度のその助言ですから、どこのポジション、例えば、低いポジションであってでもですね、この完全4度の動きっていうのは非常に難しい、レガートで弾くことが難しいわけですね。これは親指ポジションでも同様で、これをですね、同じ、いわゆるフレットの位置ですね、そこをですね、原則としては同じ指で、同じポジションであれば同じ指で弾くんですけど、親指ポジションの場合はですね、やや、変則的にですね、2の指、3の指で、押さえてしまう。これ場合によって1の指、2の指もあるとは思うんですけれども、この4度の練習をですね、積極的に取り入れていくと。で、これローポジションでやってしまうと弊害の方が多いんですけど、親指ポジションの場合はですね、必要以上に柔軟に演奏することは慎重であるべきなんですけれども、完全4度をですね、これやらないと非常にかえって機能を損なってしまうというところがありますので、ここはですね、取り入れていったら良いと私は考えております。それでは、早速、それを踏まえてですね、メジャースケールの4度のインターバルについて、お話ししたいと思います。最初はですね、E メジャースケールの4度のインターバルからです。このようになります。まずですね、最初のペアは、いろいろあるとは思うんですけど、親指で弾きます。そして次からですね、2の指、3の指で押さえてます。そして次のペアもですね、同じく2の指、3の指で押さえるんですが、この時ですね、押さえたままポジション移動しましょう。そして次はですね、親指と1の指になってます。そしてまた完全4度になりますね。2の指、3の指。で、次はですね、D シャープ、G シャープは、親指を使います。このようになります。最後は、2の指、3の指です。ここは1の指、親指ですね。このようになります。続きまして、A メジャースケールの4度のインターバルです。一応説明しますと、最初のペアはですね、親指で、ハーモニクス使うこともできます。そして、2の指、3の指です。で、次はですね、増用度なので、親指と1の指ですね。そして、2の指、3の指ですね。で、1の指、親指ですね。で、2の指、3の指です。親指、親指です。このように
のようになります。続きまして D メジャースケールのヨドのインターバルです。このようになります。最初のペアだけはですね、親指の使いますが、次からはですね、すべて2の指、3の指です。で、次は増ヨドになりますから、同じく2の指、3の指なんですが、このような指の形になります。そしてまた、完全ヨドですね。下りも同様です。続きましてですね、G メジャースケールのヨドのインターバルです。このようになります。最初のペアは、2の指、3の指で押さえ、次親指ですね。そして2の指、3の指。次増ヨドですね。2の指、3の指ではあります。そしてまた親指、親指ですね。で、2の指、3の指です。続きまして C メジャースケールのヨドのインターバルです。このようになります。これも念のため説明すると、2の指、3の指で始め、親指、親指ですね。あとは2の指、3の指です。ただし、次はだけは、増ヨドですので、このような形になっています。このようになります。続きまして、F メジャースケールのヨドのインターバルです。まずですね、2の指、3の指で始めます。次も同様ですね。そして、親指同士ですね。そして、ここで増ヨドです。で、ここでもですね、ちょっと変則になるんですが、2の指、3の指でいきましょう。そうすることで、次にですね、もう2の指、3の指で弾くことができます。親指を使ってます。このようになります。続きまして B フラットメジャースケールのヨドです。このようになります。2の指、3の指で始めます。親指、親指ですね。そしてここで増ヨド、2の指、3の指です。そして完全ヨドが続きます。このようになります。続きまして E フラットメジャースケールのヨドのインターバルです。E 線から始めます。この E 線の E フラットを、親指で弾いてます。次の A フラットも同じくです。そして、次からのペアからは2の指、3の指。続きましてですね、増ヨドになりますので、親指と1の指です。そして2の指、3の指です。で、次親指です。左も同様ですね。1の指、親指です。このようになります。続きまして、A フラットメジャースケールのヨドのインターバル。このようになります。同じく親指、親指で始め、そして2の指、3の指ですね。次の増ヨドは親指と1の指です。そして2の指、3の指。このようになります。続きまして D フラットメジャースケールのヨドのインターバル。このようになります。最初のペアは親指で始めます。そして2の指、3の指です。次の増ヨドですね。このようになります。下
下りも一緒です。続きましてですね、G フラットメジャーあるいは F シャープメジャーのヨドのインターバルです。このようになります。最初のペアは2の指、3の指で始めます。次も同様ですね。そして次は親指になります。そして増用度ですね。2の指、3、4の指です。そして完全用度に戻ります。次、親指使います。このようになります。下りも同じくですね。親指使います。そして2の指、3の指です。次は増用度ですね。そして親指を使います。そして2の指、3の指です。このようになります。続きましてですね、ヨドの最後になりますけれども、B メジャースケールのヨドのインターバル。まずですね、最初の2つのペアは2の指、3の指で弾きます。そして親指を使います。そして次は増用度ですね。そして完全用度です。このようになります。いかがでしたでしょうか。それではですね、後半は親指ポジションのメジャースケールの5度を練習したいと思うんですけれども、親指ポジションのメジャースケールの5度にはですね、フィンガリングが2つあります。1つはですね、第16回目の動画だと思うんですけど、その時のですね、ポジションを元に5度を弾くやり方です。例えば E メジャーであれば、このように弾く方法です。これとですね、もう一つはですね、常に隣り合う2弦で5度を弾く方法ですね。で、それぞれ一長一短です。まずですね、最初に説明したメジャースケールのポジションを元に弾く方法なんですけれども、まずポジション移動がそれほど多くないというメリットはあります。ただデメリットとしてですね、一弦飛ばしが出てくるんですね、場合によっては。それは右手にとって負担になります。それからポジション移動が非常に難しいところが出てくる。例えばその一弦飛ばしに絡むところなんですけど、例えば3つ目のペアですね。これですね、一弦飛ばしをしつつ、ポジションも移動しつつというのはですね、左手にとっても非常に難しいということですね。隣り合う弦ですけれども、デメリットとしては、ポジション移動がどうしても多くなってしまうということですね。もうすでに2回ぐらいしてるんですけれども、ただし、これピッチですね、イントネーションと、あと、右手もですね、一弦飛ばしがありませんので、非常に弾きやすいっていう面もあるわけですね。で、今回ですけれども、後者の方、つまり隣り合う2弦で5度を常に弾くという方法を紹介したいと思います。これはですね、両方練習した上で、様々な曲なども弾いてみたんですけども、5度をやっぱり一弦飛ばして弾く場面っていうことよりもですね、隣り合う2弦で弾く場面の方が、実践的に多いように私は感じました。そこで基礎練習もですね、様々なポジション、親指ポジションにおけるポジション移動も含めてですね、これをここでマスターするという練習目標も含めて、隣り合う2弦で練習したいと思います。ちなみに1弦飛ばしの練習はですね、次回の動画6度で2種類のフィンガリングを紹介したいと思うんですけれども、その中でですね、1弦飛ばしの、エクササイズはしていきたいと思います。それでは、親指ポジションにおけるですね、メジャースケールの5度の練習を始めたいと思います。まずですね、先ほど弾きましたが、もう一度 E メジャースケールの5度を弾きたいと思いますが、
初のペアはですね、親指と1の指を使ってます。そして同じポジションでですね、1と3の指で弾いています。次がですね、ポジション移動します。そして1の指と2の指で弾きます。そうすることで、次のペアをですね、1の指、3の指、同じポジションで弾くことができます。ポジション移動して1の指ですね。で、次も、1の指、2の指で弾いてます。そして次の、弦5度をですね、2の指、3の指で取ってます。このようになります。下りも一緒です。次の弦5度を3と2で取ってます。そして同じポジションで2と1指で完全5度ですね。で、ポジション移動します。で、同じポジションで、2の指1と、親指ですね。そして、またポジション移動して、で、同じポジションで 1の指と親指です。このようになります。続きましてですね、A メジャースケールの5度のインターバルです。このようになります。これも一応説明しますと、親指と1の指で、はじめ同じポジションで1の指、3の指です。で、ポジション移動して、親指2の指で弾くことで、次のペアをですね、1の指、3の指で弾くことができます。あとは同様になります。次はですね、弦5度ですので、2の指、3の指です。そして完全5度になります。下りも同様です。次がですね、2の指、親指で同じポジションですね。そして同じポジションで1の指、親指です。続きまして D メジャースケールの5度のインターバルです。このようになります。最初のペアは、親指と、1の指ですね。で、同じポジションで、2の指、3の指です。これがしばらく続きます。そして次がですね、弦5度ですので、2の指、3の指。そして1の指、3の指です。下りも同様です。続きまして G メジャースケールの5度のインターバルです。このようになります。それでは説明したいと思いますが、最初はですね、1の指、3の指です。そして親指と1の指、そして1の指、3の指が続きます。次もですね、親指1の指ですね。そして1の指、3の指です。そして次は弦5度ですので、2の指、3の指です。そして1の指、3の指で完全5度ですね。このようになります。続きまして、C メジャースケールの5度のインターバルです。このようになります。最初はですね、1の指、3の指で完全5度を弾きます。次は親指1の指ですね。で、同じポジションで1の指、3の指。そして、弦5度です。そして完全5度です。このようになります。続きまして F メジャースケールの5度のインターバルです。最初の2つのペアは1の指、3の指で弾きます。そして次のペアをですね、親指と2の指で弾きます。そして、同じポジションで1の指、3の指ですね。で、次は1の指、2の指、そして弦5度は2の指、3の指ですね。このようになります。続きまして B フラットメジャースケールの5度のインターバルです。
1の指、3の指のペアで2つ弾いたら、先ほどと同じように、親指と2の指ですね。そして同じポジションで1の指、3の指です。弦5度になります。そして完全5度です。このようになります。続きまして、E フラットメジャースケールの、5度のインターバルです。最初はですね、E フラットの位置に、親指を持ってきて、親指と1の指です。そして、1の指、3の指で2つ弾きます。そしたら、ポジション移動が大きいんですが、A フラットのところに親指を持ってきて、また親指と1の指。そして同じポジションで1の指、3の指です。そして今度親指と1の指で弦5度ですね。そして同じポジションで1の指、3の指です。下りも同様ですね。そしてまたポジション移動です。このようになります。続きまして A フラットメジャースケールの5度のインターバル。このようになります。先ほどとよく似ています。親指と1の指。そして、1の指、3の指ですね。で、同じく、親指と1の指。そして1の指、3の指。そして弦5度ですね。同じポジションです。また同じポジション。このようになります。続きまして、D フラットメジャースケールの5度のインターバルです。このようになります。最初のペアは親指と1の指ですね。そして弦5度。このようになります。続きましてですね、G フラットメジャーあるいは F シャープメジャーの5度のインターバルです。このようになります。まず1の指と、3の指のペアが2つ。で、次はですね、親指と2の指を使います。で、同じポジションで1の指、3の指ですね。で、次は2の指使いましょう。そして2の指、3の指で弦5度。下りも同様ですね。3で弾いて、そのまま2、親指、そして3、1、3、1。同じポジションで2、親指ですね。そして、このようになります。最後にですね、B メジャースケールの5度のインターバルです。最初は1の指、3の指のペアです。次も同様ですね。そして、親指と2の指を使います。そして同じポジションで1の指、3の指。そして3の指ですね。このようになります。いかがでしたでしょうか。これはですね、非常にですね、左手の強化になることがわかると思います。実際に弾いてみていただければですね、明らかだと思うんですけど、特に最初のうちはですね、これ非常に左手を押さえるのがだんだん辛くてバテてくると思います。この練習を何ヶ月
続けるとですね、左手が非常に楽に弾けるようになっています。これはですね、意外なことかもしれませんけど、実はローポジションにもプラスに作用するのではないかと思います。親指ポジションも同様なんですよ。どうしても音が弱々しくなってしまう。それで右手で何とかしてしまうっていうところが出てくるんですけど、左手をですね、きちんと押さえることで、右手が非常に楽になる。全体としてですね、非常にリラックスして脱力して演奏できるようになるという効果が、実はこの親指ポジションのね、様々なスケールもそうなんですけど、スケール、そしてインターバル、このインターバルもですね、3度、4度、5度というふうにですね、どんどんいろいろなバリエーションで弾くことによって、身体的にですね、非常に楽に、必要以上に力まずにですね、弾くことができるようになってきます。皆さん脱力って言うんですけれども、ただ前提になってくるやっぱり筋力っていうのはもちろん必要な上で、それがあっての脱力だと思うんですね。で、その筋力をじゃあどのようにつけるかっていうことなんですけど、たくさん練習する、もちろんそれはそうかもしれないんですけれども、限られた練習時間があってでも、効果的な練習、身体的にですね、負荷を適切にかける練習、これ他のスポーツなんかもかもしれないんですけれども、コントラバスにも同じことが言えて、適切な方法でですね、適切な負荷をかけることで、非常に体作りをしていくということですね。その上で、していくということが非常に大事になってくると思います。もちろんですね、スケールスタディも兼ねています。それから親指ポジションにおけるフィンガリングの時にソロとか、あるいはメロディーを弾く時にですね、特に今回練習したヨドの親指ポジションはいろいろなところで使いますから、ぜひこれをですね、マスターして、身体的にですね、音楽的にも向上するのであれば、非常に私としても嬉しく思います。次回なんですけれども、同じく親指ポジションのですね、今度は、メジャースケールの6度を練習します。先ほど少しお話したようにですね、次回は同じ6度を2つのフィンガリングで練習したいと思います。私自身も本当に練習途上なんですけれども、非常にこれはですね、良い練習になるので、ぜひしていただければと思います。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。